太陽の神が岩戸の奥へお隠れになりました。天も地上も闇に沈み、終わらない夜が訪れます。けれど神々は力ずくで戸を破ろうとはしませんでした。知恵と祭り、そして笑いで光を取り戻そうとしたのです。今回は天の岩戸隠れのお話です。古事記。今から1300年前、このままでは本当の歴史が失われてしまう。そう危ぶんだ人々が古くからの伝えを語り継ぎ書き残した日本最古の物語です。受けに勝ったと言い張るスサノオノミコトはその勢いのまま乱暴を重ねました。アマテラス大神の田のあぜを壊し、水を引く溝を埋め、神聖な御殿まで汚したのです。それでもアマテラス大神は弟を責めようとはなさいません。きっと酒に酔って吐き散らしたのでしょう。あぜを壊したのも土地を惜しんでしたことなのでしょう。そう、良い方へ受け取ろうとなさいました。しかし乱暴は止まりません。アマテラス大神が神に捧げる衣を織らせていた旗織殿。その屋根をスサノオは破り、皮を剥いだまだらの馬を投げ入れました。旗織目は驚き、旗織の道具で身を傷つけ、亡くなります。ついにアマテラス大神は、この出来事を嫌い、雨の岩屋戸を開いて、その奥へお隠れになりました。すると高間ヶ原は真っ暗になり、地上もことごとく闇に包まれます。いつまでも夜が続き、あらゆる災いが起こりました。困り果てた八百万の神々は、雨の安の河原に集まりました。そして、高みむす日の神の子、知恵を担う思い金の神に、方法を考えさせます。まず鳴らなき鳥を集めて鳴かせ、雨の安の川上の固い岩と、雨の金山の鉄を用意しました。火事に携わる天津らを探し、石こり止めの御には鏡を、玉の親の御には大きな勾玉を連ねた玉のを作らせました。力だけでなく、役目の違う神々の技を一つの計画に集めたのです。雨の子屋根の御と太玉の御は、雨の神山の鹿の肩骨と母かの木を使って占いました。根ごと抜いた榊の上の枝には玉の尾、中の枝には鏡、下の枝には麻と楮の布をかけます。太玉がこれを捧げ持ち、雨の子屋根が祝詞を唱えました。岩戸のそばには、力の強い雨の田力尾の神が身を隠します。そして雨のうずめの御は、植物のつるや笹の葉を身につけ、伏せた桶を踏み鳴らして舞いました。衣を大きく揺らす激しい舞に、八百万の神々が一斉に笑います。暗闇の世界に笑い声が響き渡りました。不思議に思ったアマテラス大神は、岩戸を細く開いて尋ねます。私が隠れ、天も地上も暗いはずなのに、なぜみんなは笑っているのですか？雨のうずめは答えました。あなた様よりも尊い神がおいでになるので、喜んでいるのです。雨の子屋根と太玉が鏡を差し出すと、そこに映ったのは、アマテラス大神ご自身のお姿でした。もっと見ようと少し外へ出られた、その瞬間。隠れていた雨の田力尾が、その手を取って引き出します。太玉はすぐ後ろにしめ縄を渡し、もう中へお戻りになりませんようにと申し上げました。こうして天にも地上にも光が戻りました。神々は相談し、スサノオに多くの品を差し出させて罪を償わせ、髭と手足の爪を切り、高間ヶ原から追放しました。闇を終わらせたのは、一柱の力ではありません。知恵、技、祈り、舞、力、それぞれの役目を合わせた神々の働きでした。ここからは今回の深掘りです。宮崎県高千穂町の
天の岩戸神社では、天の岩戸と伝わる場所をご神体としてお祭りしています。また、高千穂に伝わる夜神楽。これは夜に奉納される神楽。ね、国の重要無形民族文化財です。土地の伝承では、雨のうずめのこの舞が、後の神楽へつながった、と語られています。33番の舞の中には、うずめや田力を題材にした舞も受け継がれています。ただし、この物語だけで、その歴史的な始まりを証明できるわけではありません。それでも、闇の中で神々が祈り、舞、笑った物語は、今も地域の祭りの中に息づいているのです。次回。高間原を追われた佐能の命は、食べ物を司るおほめつ姫と出会います。けれど、食事を用意する様子を見た佐能は、思いもよらない行動に出ました。その出来事から生まれたものとは。次回は五穀の起源です。お楽しみに。